一度だよ。3、2、1、始め。あら、健介様、どうかされました？そうですね。いかに多くの荷物を効率よく素早く積載できるかはコニダ隊の連度によって変わりますから、日々研究の毎日なんです。そうかもしれませんね。感心しすぎですよ、健介様。どうでしょう。健介様は親方様の伴侶になられたのですから、ダメということはないと思いますけど、でもそう簡単に真似できるほど容易なことではありませんよ。そうですね。コニダ隊の役目は物資の搬送ですが、荷を早く下ろすとか荷を早く積むとか、とにかく全てが時間との戦いなんです。だからコニダ隊の基礎練習は荷物の積み下ろしが主ですけど、他にも料理なんかを日々研究しています。戦で一番大切なのは食事ですからね。でも戦場で温かいご飯は難しいですから、せめて美味しいご飯だけでも食べられるようにしないと。炊事の煙で居場所がバレてしまうこともありますからね。もちろんそういう心配がないときは温かいものを中心にした食事になりますけど。非日常的な場所でどうやって日常的に過ごすかも戦には大切なことです。華々しい武功はありませんけど、コニダ隊はそうやって武田を支えているんですよ。どういたしまして。さあ、次はもう一度荷物を下ろしますよ。今日は積み下ろしを5回繰り返します。頑張ってね、みんな。ご苦労様。今ので30と2つの読み上げでした。以前は30と5つかかっていましたから、かなり上達しましたね。
この調子で精進してください。ココー。あら、旦那、こんなところで何してるんだぜ。もしかしてココを口説いて側室にしようって魂胆かだぜ。それはダメだ。ここはあたいのなんだからだぜ。なら許してやるんだぜ。で、旦那は暇なんだぜ。ならちょうどいいからあたいに付き合うんだぜ。それは後で教えるんだぜ。ココ、うちの舞台の昼飯とあと特製弁当の準備を頼むんだぜ。あ、ついでに旦那のも作ってやってほしいんだぜ。承知しました。じゃあまた後でだぜ。ほら旦那、行くんだぜ。あたいたちは今から金庫で朝礼をするんだぜ。旦那も一度は見ておいた方がいいんだぜ。なんだぜ。親方様だけじゃなく、今度はあたいも口説こうってのかだぜ。当然ってのがよくわからないんだぜ。旦那、なんか変なやつだぜ。だぜ、親方様の旦那ってことはあたいたちが使える存在でもある。普通ならもっと偉そうにするんだぜ。なんだぜ。旦那、案外バカなんだぜ。ま、そういうバカも嫌いじゃないんだぜ。変なやつだぜ。これは今日の朝練の予定なんだぜ。あたいは武田の先鋒を担う赤備えを率いているから、朝練も厳しくやらないといけないんだぜ。旦那の隊は朝練しないんだぜ。特殊ってなんだぜ。なんだぜそれ。そんな舞台でどうやって武功を上げるんだぜ。お頭同様、やっぱり変な舞台だぜ。あたいたち赤備えは
戦の勝敗を左右する戦法になってるんだぜ。だから長練なんて一つしかないんだぜ。1に鍛錬、2に鍛錬、3子が勉強、5に鍛錬だぜ。当然だぜ。戦を腕っぷしのみで語るにあらず、時と場所、人と運、その全てを見通して動いてこそ勝利ってのを得られるんだぜ。将棋だって碁だって勝利を得るためには定石を勉強したりするんだぜ。それと一緒だぜ。たしなむ程度にはするけど、あたいはどっちかっていうと将棋とか碁よりも軍団を聞く方が好きなんだぜ。そうだぜ。過去の軍団は戦の定石とその定石を覆す新しい発想の塊で格好の教材なんだぜ。あ、旦那、今あたいに勉強は似合わないとか思ったんだぜ。ただなんだぜ。そりゃいろいろ考えるんだぜ。だってあたいは兵の上に立っている侍大将なんだぜ。兵の皆の命を預かっている以上、常在戦場の心意気で生きてなければ侍大将失格なんだぜ。旦那はちゃんと勉強してるのかだぜ。ならもっともっと勉強するんだぜ。急にどうしたんだぜ。旦那、そろそろ長練場に到着するんだぜ。陣太鼓に合わせて行軍したり陣替えしたり、それが終わったら紅白戦をして一旦昼飯休憩ってところだぜ。走れ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 、走って走って走りまくるだぜ。よし、次は応援の陣を敷くんだぜ。遅い遅い遅いんだぜ。もっと早く、もっともっと早く走るん
てめえらそれでも赤備えの一員かなんだぜ。後で腕立て300回だぜ。返事をする暇があったら走れ走れ走れだぜ。よし、ならひとまず休憩だぜ。でもイ組とロ組、ハ組の3組は腕立て300回だぜ。何言ってんのぜ旦那、こんなのまだまだ序の口だぜ。当然だぜ。戦国最強を自負する武田家の中で赤備えはさらに最強を目指してるんだぜ。休んでる暇があったら鍛錬鍛錬また鍛錬だぜ。おば、何なんだぜそれ。そんなことでぶっ壊れるほど赤備えの連中はやわじゃないんだぜ。な当然だぜ。なんたってあたいが率いる武田最強赤備えなんだぜ。おうよだぜ。おいお前ら、赤備え名物紅白戦を始めるんだぜ。さっさと準備するんだぜ。組単位で分けて朝練前日に通達してるんだぜ。だけど組をばらけさせるのに毎回苦労するんだぜ。副将に任せることもあるけど普段はあたい一人でやってるんだぜ。当然だぜ。ああ、赤組はあたいが大将を務めるんだぜ。白は小畑、審判はアサリが務めるんだぜ。勝利条件はいつもと同じ。本体の大将旗を取った方が勝ちだぜ。でもって今日の一番校の組にはなんと個々の手作りおにぎり弁当をやるんだぜ。ここの手作り弁当はほっぺたがとろけて落ちちまうぐらいにうまいんだぜ。旦那も楽しみにしとくんだぜ。そこは親方様の旦那なんだからみんな納得するんだぜ多分。それよりお前ら、今日は2番校のやつらにも特別に商品があるんだぜ。
2番校のやつらにはなんとあたいが作った味噌汁を飲める権利をやるんだぜ。そんなことないんだぜ。お湯を沸かす、味噌を溶かす、味噌汁完成なんだぜ。よっしゃ、旦那が分かってくれたところで琥珀戦開始なんだぜ。まずは魚鱗の陣を敷くんだぜ。ふむ、それも良い手ではありますが、兵の練度が高くなければできんことでしょうな。摂は武田四天王筆頭、兵の長練を視察するのも仕事のうちですからな。ふむ、夫殿の部隊であればできると？それはまた優秀な組頭が揃っている良き部隊ですな。兵をまとめるは物頭の役目、物頭をまとめるは組頭の役目、その組頭どもをまとめるのが隊の大将の役目。立場によってやることは変わる。夫殿はお飾りと謙遜するが、組頭どもがまとまっておるならそれで構わないのでは。そういうものだと摂は思っておりますよ。さて、そろそろ決着がつきそうですな。粉雪はああ見えて四天王の中でも一番の戦上手。小畑もいいものの筆あるが、いささか力不足であろう。見よ夫殿、粉雪が仕掛けるぞ。うやく走るんだぜ。翼を抜けて後ろに壁を作るんだぜ。左翼走るんだぜ。翼を抜けた後は右と以下同文なんだぜ。よっしゃー、山形粉雪正影参るぜー。オラ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 だぜー。おい、いつでも来やがるだぜ。腰が入ってないんだぜ。槍ってのはな、こうやって使うんだぜ。
れでおしまいだぜ。よし、ならお前は足腰を鍛えるために後で超連場100周しとくんだぜ。さて、そろそろ仕上げにかかるんだぜ。赤組決まるんだぜ。さよう。そして目の前には粉雪の本体がいる。これにて勝敗は決した。おっしゃー、大勝機いただきだぜ。白組大勝機は赤組大将山形粉雪正景がとったり。赤組勝利の雄たけびをあげるんだぜ。いい汗かいたぜ。あれ、春日いつ来てたんだぜ。全然気がつかなかったぜ。つい先ほどだ。夫殿と一緒に観戦させてもらっていたが、また腕を上げたようだな、粉雪。良き兵の動かし方であった。不死身のババ身の春日に褒められると嬉しいんだぜ。だが左右の鱗を動かす時期が尚早であった。あれでは兵法をかじったものならばいともたやすく対応しただろう。春日の目はごまかせないんだぜ。左右の動きに合わせて相手の翼が前に出てきたら、せっかくの突進力が殺されて翼を抜くことはできなかったと思うんだぜ。春日の言う通り、あたいもまだまだだぜ。己で気づいているのならばそれでよい。課題を見つけられたことを喜ぶがよかろう。そうするんだぜ。腹が減ったんだぜ。そろそろ心がこちらに来る頃だが、まあいい。小荷叩い、食材をおろしておけ。やっとぜ、昼飯だったぜ。けどなんだかやけに大掛かりなんだぜ。今日の昼飯はいつもとは趣向が違うらしくてな。心が来て調理するらしい。だから少し待てと言うまでもなく、心が来てくれたようだ。ごめんなさい、遅れてしまいました。おいココ、腹減ったんだぜ。早く飯作ってほしいんだぜ。ごめんね、コナちゃん。すぐに作っちゃうからもうちょっとだけ待っててね。うん、ならあたいらは腹ごなしにもうちょっと鍛錬しとくんだぜ。つべこべ言うなだぜ。これも強くなるためなんだぜ。ほら、赤備えども、超連場20周だぜ。行くぜー。
心よ、節も何か手伝おうか？大丈夫ですよ。春日さんは健介様と一緒に出来上がりを待っていてください。そうか。ならそうしておこう。いや、粉雪よりは腕は確かだと自負している。だが心には勝てないでしょうな。コナちゃんがお味噌汁を？そうですか。それじゃあコナちゃん、だしの存在を認めてないですから、お味噌汁を作るといつも一味も二味も足りないお味噌汁になっちゃうんですよね。だからこうやってしいたけで取った出汁をお湯と言って渡しておけば、それなりの味にはなると思うんですけど。それが出汁を作る工程がめんどくさいって言っていつも出汁を取らなくて、それにちゃんと見張ってないと一味も二味も余計な味を追加しちゃうんですよ。だから下ごしらえは私の方でやっておきますね。教えてくださってありがとうございます、健介様。大丈夫です。赤備えのみんなには美味しいものを食べて疲れを癒してほしいですから。コナちゃんのために腕によりをかけて作ったんだよ。たくさん食べてね。おう、ありがとうだぜ。コナちゃん、料理はまだたくさんあるから落ち着いて。てかほらめおひょんめよほらもう、コナちゃん、はい、お茶。びっくりしたんだぜ。大丈夫？おい、これぐらいどうってことないぜ。もうそんなわけないでしょ。ちゃんとゆっくり噛んで食べなさい。ココの飯がうますぎるからいけないんだぜ。何それ、そんなこと言う人には食べさせてあげない。そんなのってないんだぜ。あれ、旦那、どうかしたんだぜ。ここはいつもあたいを支えてくれてるんだぜ。コナちゃんはいつも私のことを気遣ってくれるんです。あたいの方がココにお世話になってるんだぜ。私の方がコナちゃんにお世話になってるよ。
そんなことはないんだぜ。そんなことあるよ。じゃあ二人は仲良しってことで決着だぜ。コナちゃん、この魚料理私が作ったんだよ。食べてみて。でも手が離せないんだぜ。じゃあ私が食べさせてあげる。ほら、あーんして。あーん。どう？おいしい？おいしいんだぜ。ここもう一口欲しいだぜ。了解。はい、あーんして。あコナちゃん、ほっぺたにご飯粒ついてるよ。今日のお米も美味しく炊けてるみたい。ここはいい嫁さんになるんだぜ。そうだといいな。仲良きことは素晴らしきこと。